ボクサーブリーフ 38%、トランクス 22%、ブリーフ 28%、その他 12%。このパーセントが何かわかりますか？これは世界単位で見た男性下着のシェアです。ですがどうでしょう、私たちの周りではボクサーブリーフかトランクスみたいな感じですよね。ここで疑問が生まれて、なぜブリーフって日本じゃ少数派なのって思ったんですよ。そして調べていたら、私たちが毎日適当に選んでいるこの布切れに世界の文化と歴史が詰め込まれていることに気づいてしまったんです。今日はその面白さを皆さんに共有させてください。改めてこのパーセントを見てみると、意外なのがブリーフ 28% なんですよ。世界単位だとそんなに多いのって私も思ったんですが、実はこれ国によって全然話が変わってくる。日本ではボクサーブリーフかトランクスが主流になっていますが、世界を見渡すとブリーフが今でも強い地域がちゃんとある。その理由を探っていくと、大きく3つの軸が見えてきました。気候、文化と歴史、そして体との付き合い方。この3つです。順番に見ていきましょう。まず気候の話。これが一番シンプルで、高温多湿な環境ではとにかく群れとの戦いになるので、生地が少なくフィットしているブリーフ系が発達しやすい。逆に寒冷地では足の露出を減らしたい理由から、丈の長いボクサーブリーフが好まれやすい。ブリーフが今でも強い地域を見ると、中南海沿岸や南ヨーロッパ、東南アジアの一部、つまり暑い地域と重なってくるんです。気候が下着の形を決めている。言われてみれば当たり前なんですが、意識したことなかったですよね。もしかすると日本の夏もブリーフの方が適しているのかもしれませんね。次が文化と歴史の話で、ここが私が調べていて一番驚いたところです。フランス人男性、今でもブリーフが主流なんですよ。日本だとブリーフイコール子供っぽいとか、おじさんが履くものみたいなイメージ、なんとなくありません？私はありました。でもフランスではブリーフの方がスタイリッシュという価値観が今でも普通に存在している。同じ形の布切れが国が変わるだけで真逆の意味を持つ。これが面白いんです。なぜそうなったかというと、ヨーロッパには古代彫刻や貴族文化から続く、肉体のシルエットをどう美しく見せるかという美意識が深く根付いているからだと考えられます。対してアメリカでは1990年代にカルバン・クラインがブランド名入りのボクサーブリーフをファッションとして打ち出して、それがかっこいいものとして世界に広まっていった。文化と歴史が下着の形にまで染み出てくるわけです。最後が一番現代的で、ブラジルではティーバッグに近い形が普及していて、これはビーチ文化と体を見せることへの意識がセットになっています。服よりも下着にお金をかける人が多いという話もあって、見られることを前提にしているかどうかが下着の形を決めているんです。あとは憶測ですが、性に対して寛容かどうかという点もあるかもしれませんね。気候でも文化でもなく、自分の体とどう向き合うかが選択基準になっている国があるわけです。ここまでを整理するとこうなります。ブリーフ系は暑い気候やシルエット重視の文化と相性がいい。トランクス系は冷感地やゆとりを好む文化と相性がいい。ボクサーブリーフ系はスポーツ、ファッション、機能性を重視する現代的な価値観と相性がいい。つまり、あなたが履いているそれ、実はあなたが生きてきた環境と価値観が選ばせているのかもしれない。ちょっとだけ今履いているやつが気になりませんか？